人形の顔の印象を決めるのはパーツの形だけではなく全体の比率です。今回は詰まって見える顔を鼻を削り、頭に粘土を盛り、顎を整え、美しい比率へ近づけていきます。目や鼻、口は作れているのに、全体を見るとなぜかバランスが悪く見える。最初は顎が短いのかなと感じる状態でした。でも実際に見ていくと、単純に顎を伸ばせばいいわけではなかったんです。動画の中盤では子供、女性、男性の顔で比率がどう変わるのかも図解します。では修正の流れを見ていきましょう。まず作っている顔の状態を見てみます。この段階では頭の上からおでこ、目、鼻まではある程度造形した状態です。ここから口周りを作っていくので、まずは粘土を持っていきます。まだ細かく作り込まず、全体のバランスとボリュームを確認します。顔全体で見ると少し平面的で、口元から下が詰まって見えます。最初は顎が短いのかなと思いました。ただ、ここでいきなり顎を伸ばすのではなく、まず原因を探していきます。よく見ると鼻の縦の長さが少し強く出ています。その影響で口元から下の領域が狭く見えていました。そこで今回は少し大胆ですが、鼻の下をカットしていきます。怖い作業に見えるかもしれません。せっかく作った場所を削るのは勇気がいります。でもこれは理想の形に近づけるための修正です。粘土造形では作った形をそのまま守るよりも、違和感に気づいた時に少し戻れることが大切です。僕も昔はせっかく作った場所を壊すのが怖くて、バランスが悪いと分かっていてもそのまま進めてしまうことがありました。でも違和感に気づいた時に少し直す勇気を持てると、顔の印象はかなり変わります。鼻を短くしてみると、今度は口の位置に違和感が出てきました。口の端あたりが頬から同じ面でつながっていて、少しのっぺり平らに見えています。そこで口角を彫刻刀で彫り込みます。口角に少し影が入ると、口元が顔の中に収まり、表情が出やすくなります。唇もスパチュラと筆で少しずつ整えていきます。口を作るときは一本の線として彫るのではなく、上唇、下唇、その周りの面を分けるように見ると立体的に見えやすくなります。さらに口角から顎までのラインと、顎から小鼻までのラインも彫刻刀で彫り込んでいきます。一度ザクザクと彫り込んだ後は、スパチュラと筆で面をなじませながら、唇や顎の先も形を整えていきます。唇の作り込みはまた別のテーマになるので、今回は口元から顎までの比率と流れを中心に見ていきます。この段階ではまだ顎に粘土を持って伸ばしたわけではありません。でも鼻の長さ、口元、口角の面を整えただけでも顔の見え方が変わってきました。顔の修正では見えている違和感と本当の原因が違うことがよくあります。顎が短く見えるからといって単純に顎を足せばいいというわけではありません。細かいパーツを作り込む前に、まず顔全体の比率を見ることが大切です。口を作る前に鼻を丁寧に作り込みすぎていたら、後からカッターで切るのは少し悲しいですからね。この段階では後から修正できる余白を残しておく方が安全です。それでは次に頭の形を整えていきます。この段階ではまだ粘土の塊に目、鼻、口がついているような印象が残っています。そこで頭蓋骨の形を意識しながら頭全体を作っていきます。カッターで左右の形を削ぐように調整しつつ、頭に粘土を持っていきます。おでこから頭のてっぺんまでの丸み、正面から見た時の幅、横から見た時の奥行き、正面と側面の面の切り替わり、こういった部分を整えることで、ただの粘土の塊ではなく、
人間の顔らしい印象に近づいていきます。顔の印象は目、鼻、口、顎だけでは決まりません。頭の形や顔全体の縦横の比率によっても大きく変わります。この後動画の中盤で子供、女性、男性の顔の比率の違いを図解しますので、自分の作りたい顔をイメージしながら見てみてください。顔の形が少しずつ見えてきたので、ここでようやく細部を整えていきます。上唇から鼻へのライン、小鼻や鼻の穴、口周りの面、目元や頬のつながり、こうした細かい部分を少しずつ整えます。ある程度造形したら一度乾燥させて今の状態で固めます。乾燥できたらヤスリで磨いていきましょう。粘土のガサガサした質感が残っていると表情の陰影が見えづらくなります。造形途中でも表面をある程度滑らかにしておくと、どこに影が落ちるのか、どこが出過ぎているのかが見えやすくなります。頭を回しながらいろいろな角度から確認してデザインナイフや紙やすり、スポンジやすりなどで左右のバランスを整えていきます。ここで見ているのは単にパーツの形だけではありません。光がどこに当たって影がどこに落ちるのか、目元や口元、頬やおでこが自然につながっているか、斜めや横から見ても顔として魅力的に見えるか、そういう部分を確認しています。削りで整えたら次は粘土を湿らせて少しずつ盛り付けていきます。削る、盛る、なじませる、乾燥する、この繰り返しで形を整えていきます。さて、ここで一度顔の比率について整理しておきましょう。同じ大きさの人形の顔でも子供っぽく見える顔、女性的に見える顔、男性的に見える顔では目、鼻、口、顎の位置関係が少しずつ変わります。子供の顔は目の位置がやや低く見えやすく、おでこが広く、全体的に丸みがあります。鼻や口、顎の主張は控えめで、顔の下半分も短めです。女性的な顔では子供よりも少し顔の下半分が伸びます。鼻筋や口元、顎のラインも出てきますが、全体としては柔らかさも残っています。男性的な顔は目、鼻筋、頬骨、顎の骨格がよりはっきりします。顔の下半分にも長さや強さが出やすくなります。ただし、これは絶対的な正解ではありません。球体関節人形やアートドールでは、リアルな人体の比率をそのまま写すのではなく、作りたい雰囲気に合わせて少し誇張したり、省略したり、デフォルメをしています。今回作っている顔は、柔らかさのある中性的な顔に近づけたいと思っています。そのため、顔の下半分を整えつつも、顎や骨格が強くなりすぎないように調整していきます。大切なのは、どの印象の顔にしたいのかを決めた上で、目、鼻、口、顎の位置関係を見ていくことです。さて、目元や口元も調整を繰り返して陰影もくっきり出てきました。だいぶ顔立ちが見えてきたところで、ここでようやく顎に粘土を足します。最初から顎を伸ばすのではなく、鼻の長さ、口元の面、頭の形を整えてから最後に必要な分だけ顎を足していきます。ここが今回の大切なポイントです。最初に感じた違和感は顎が短いというものでした。でも実際には鼻が少し長く見えていたこと、口元が平面的だったこと、頭の形がまだ整っていなかったことも影響していました。だから最初に顎だけを足すのではなく、顔全体の比率を見ながら順番に修正していきました。顎を足すというと、先端に粘土をつければ良いというように思えます。ただ、それだけだと不自然に尖って見えたり、口元とのつながりが悪くなったりします。下唇の下から顎の先までの面が自然につながるように、少し広めに粘土を足していきます。さらに、球体関節人形の場合は、顔だけでなく
全身とのバランスも大切です。頭の大きさや頭身が変わると、作品全体の印象も変わります。つまり、頭身が変わることで、可愛らしさ、幼さ、大人っぽさなど、作品全体の雰囲気まで変わってきます。だからこそ、どこかがずれて見えたときは、顔の中の比率と全身に対する頭の比率をどちらも見ることが大切です。今回の場合は、最初に大きく顎を伸ばすよりも、鼻の長さや口元を整えてから最後に必要な分だけ顎を足す。その方法が自然に修正できる近道でした。球体関節人形では頭パーツにも首の関節が入ります。さらにグラスアイを入れたり、ゴムを引っ掛ける内部構造を作ったり、顔の造形以外にもやることがたくさんあります。なので、顔だけを一度で完璧に仕上げようとしなくても大丈夫です。胴体ができたタイミング、耳を作ったタイミング、首とのつながりを見たタイミング、そういう時にまた顔の見え方が変わってきます。全体をいろいろな角度から見ながら少し削ったり少し足したりして自然な流れになるように調整していきます。人形の場合、リアルな人間の顔そのものを目指すというよりも、作品として美しく見える顔を探していく感覚です。では、修正前と修正後を見比べてみます。最初は顎が短いように感じました。ただ実際は顎が問題だったわけではありません。鼻が少し長く見えていたこと、口角の周りが平面的に見えていたこと、頭の形がまだ粘土の塊に近かったこと、そうした要素が重なって顔全体のバランスが崩れて見えていました。そこから鼻を短くし、口元を彫り込み、頭の形を作り、最後に必要な分だけ顎を足して整えました。目や鼻や口の細かい造形だけでなく、顔全体の比率を見ることで印象はかなり変わります。うまくできないと思った時もすぐに失敗だと思わずに、どこが詰まって見えるのか、どこを削ればよいのか、どこに粘土を足せば自然な比率になるのかを確認していくと、形を整えていくことができます。今回は崩れた状態から修正していく流れを紹介しました。ただ本来は最初に頭と顔のベースをしっかり作っておくことがとても大切です。ベースの比率や骨格が整っていると、後から大きく修正する作業も減ります。顔が整わないときはパーツの形だけではなく比率を疑ってみてください。球体関節人形作りの全体の流れや制作前に確認しておきたいポイントは無料の PDF にもまとめています。これから人形作りを始めてみたいという方は概要欄のリンクからぜひ受け取ってみてください。このチャンネルでは人形作りや粘土造形に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録をぜひお願いいたします。知りたいことや気になることがあればコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。